こんにちは、まみくさんです。このチャンネルでは主にここスイスのイタリア語圏からお届けするライフスタイルのことや、私が作るアトリエザンのジュエリーをファッションコーディネートに取り入れながらご紹介しています。ご興味ある方、この機会にぜひチャンネル登録をしていただけるととっても励みになります。まだまだ動画数はとても少なく手探りで作っていますが、どうぞよろしくお願いいたします。さて今回はですね、春頃から、最近までしばらく使ってみて良かったアイテムたちを、カテゴリーはバラバラになりますがピックアップしてご紹介したいと思います。ダイソンスーパーソニック、マグネット式で簡単に付け外しができるアタッチメントが5つついてきます。本体は3段階の温度と風速が調節可能で、一番左のツールをつけると低温で柔らかな風で乾かしてくれます。ブラシを使ってブローするには右上のを装着、その隣のは風を少し吸い込みながら乾かし、ストレートに艶やかに仕上げてくれます。右下のブラシ型のは溶かしながら乾かせるもの。その隣はカーリーヘアやスパイラルヘアが乾かしながら爆発するのを防ぐもの。動画用に一番強い風で乾かしてみました。速攻乾いたけれど強風すぎてボサボサになったので、アタッチメントを装着してブロー。その後ストレートに仕上げるツールに付け替える。仕上げにモデリング用のクリームシャビマッドを髪になじませる。普段はこんな感じに乾かしています。実際のところ一番弱い風で丁寧に手ぐしをしながら乾かすとしっとりした仕上がりで、この後ブラシを使ってブローなんかしなくても大丈夫そうな感じですね。とにかく髪を乾かす作業が億劫なんですよ。日本人は特に髪質のせいかものすごく時間がかかりませんか？で、こちらのドライヤーが発売されてからずっといいな、欲しいなって言ってたんですよね。ただ簡単に買えるような金額ではなくて、で、そんなことを聞いていた息子たちがお金を出し合ってプレゼントしてくれました。泣けてきますよね。国上産業のぬか漬け贅沢三昧。数年前からぬか漬けをやってるんですけれども、今回はもともとあったぬか床の足しぬかとして購入しました。結構美味しく使って満足です。で、初めて作る場合はこのぬかに湯冷ましを混ぜて作ってすぐにお野菜をつけられるものとなっているのでとても便利だと思います。湯冷ましでミネラルウォーターではなくて水道水を熱して冷ましたものを使わなきゃいけないみたいです。で、夏は畑の野菜がいろいろあるので楽しめています。で、特に美味しいのは葉っぱごと漬けるかぶや小さいきゅうりですね。小さいきゅうりはもともとマルコがピクルス用に育てているものを私がぬか漬け用に使っちゃっています。
無印のご飯がつきにくいしゃもじ。こちら先端までエンボス加工されているのでご飯がつきにくいと、本当につきにくいんですよ。洗う時も特に水につけ置きすることをしなくってもさらっと洗い流せるという。でこちら裏側ですが、この突起がついていることによって平置きしてもこの部分が反ってつかないという。反った後気にせずパッと下に置いても大丈夫っていうすごい商品です。何かの記事かテレビ番組でこのしゃもじを紹介しているのを見て、日本に帰った時は絶対買いに行かなきゃと思いでゲットしました。このデザインを考えてくださった方、本当に素晴らしいです。ありがとう。ケースティファイの AirPods Pro カバー。AirPods のケースの方に傷がつき始めて、何かカバーが欲しいなと思って探していって見つけたこちらシルバーが銀ギラ銀でとっても気に入って、一目惚れをしてポチりました。なんか急に暗くなったのでライトをつけましたが、ケースティファイはとても人気なので、今更って感じかもしれませんが、カスタマイズで好きな文字や名前なんかを入れてもらうことができます。3種類ぐらいからのフォントから選び、カラーも選べます。私はマミクさんで入れてもらいました。この感じ持ってるだけで気分が上がりますよね。でこちらは普段ピラティスに行くときに、ピラティスは歩きで行くんですけれども、その時持っていくリュックの外側のポケットのジッパーにカラビネで取り付けて、でポッズを耳に装着してから、そのまんま外側にぶら下げるのは不安なので、ポケットにちゃんとしまってジップを閉めてピラティスに向かっています。歩いて10分のところなので、歩きやすいアディダスのスニーカーを履き、姪っ子が作ってくれたシュシュは手首にはめてピラティスをするときに髪留めに使います。それでは行ってきます。SOD ローションとマグニークリーム、こちら2点一緒にご紹介しますね。春からといっても15年ぐらい前の春頃からずっと使い続けているなくてはならない存在です。で普段から基礎化粧品のルーティンとして使っているローションとクリームになります。で春夏は特にいろんな意味で大活躍してくれているので、今回ご紹介しようと思いました。こちらの2点はがんの自然療法を開発され、最初に世界的に認知された丹羽博士が肌にトラブルを持つ患者様のために作られたドクターコスメになります。まずは SOD ローションから、こちらです。こちらは丹羽博士が特別に開発された SOD 製剤エキスがたっぷりと凝縮して含まれており、肌の細胞レベルに働きかけ、老化やダメージから守ってくれます。SOD とはですけれども、活性酸素に対抗する酵素のことで、SOD 自体は私たちの体内の中にありますが、年齢とともに少なくなっていくので、内側から取り入れたり外側からも補っていく必要があります。
80% の病気や老化は活性酸素によるものらしいです。私は花粉や夏の草花で肌が敏感になったり、あとは育ててる野菜の茎や葉っぱに腕が触れることでかぶれたりもするんですよ。そんな時にこのローションをたっぷりと塗って鎮静させたりします。で日焼けの後にローションを体に塗ったり、あとは虫刺されの後にも塗ります。なので春夏は本当に SOD ですが SOS ローションでもあります。で保湿効果にもとても優れているので秋冬の乾燥にも助かります。使い方は、よく振ってでこう手に取って見えますかね。テクスチャーは化粧水と美容液の間のような感じです。はい、次はマグニークリームで、マグニークリームはマグニコック宝石と SOD 製剤エキスがたっぷりと配合されています。でマグニーは遠赤外線発する岩石の中でパワーが最高のものとされています。で、こちら開けて中をお見せすると、このようにこの濃い色はマグニコク宝石の色ですね。で効能ですが間違えるといけないのでちょっと読ませていただきますね。細胞の活性化と免疫力を抜群に向上させる。皮膚病の体質改善に効果がある。血行促進し、加齢で減少した毛細血管を復活させる。シミや色素沈着を改善させる。でこのクリームを手のひらに取ってでこう練ると熱くなるんですよ。本当に石のパワーを感じます。で普段はこの練ったクリームに先ほどのローションを足して混ぜて肌に塗ります。結構こってりしてるクリームなのでその方が浸透しやすいです。で私は夜前はローションを加えずにこのクリームだけをたっぷりと顔に塗ってナイトマスクとして使っています。でこちらは傷跡なんかも根気強く塗ってマッサージしながら塗っていくと消えるんですよ。SOD ローションとマグニークリームこちら2点とも、界面活性剤は一切含まれていません。で日本だと処方箋がないと手に入らない商品ですが、こちらだと私が15年以上お世話になっている美和子さんの構えていらっしゃるサロンですね。ルツェルン郊外にある、ベッキスというところに美和子ボンプランターというサロンを構えていらっしゃるんですが、そちらのウェブショップで購入することができます。ご興味のある方、概要欄にリンクを貼っておきますのでどうぞご覧ください。コムデギャーソンのオードゥパフォーム。こちらの香水はギャルソンが1994年に初めて発売された香水になります。なので第1号ですね。ちょっとまた読ませていただきますが、五感に訴えかける刺激的な香りが麻薬のように感覚を刺激する。ウッディでスパイシーでエキゾチックな香り。装いを完成させる役割ではなく自分を奮い立たせるような香り。アンチパフュームがブランドコンセプト。こんなことが書かれたリリースを読み、当初速攻で買いに来ました。この香りには一気に虜になり、まさに麻薬ですよね。独特な香りを放つので、
当初マミクさん香水はギャルソンでしょなんて気づく人がいたぐらいでした。で当初のボトルがこちらになります。もう30年近く経っているので結構色が濃くなっちゃっていますよね。で残りがもう結構少ないので、たまにボトルを開けては匂い嗅いで癒されるっていうぐらいにしか使っていなかったです。今ではボトルデザインはそのままで、他にいろんな香りを販売されていますけれども、こちらの元祖が売っているのは見かけなくなりました。で最近スイスで扱っているストアを見つけたので、なくなる前にゲットしなくてはと思いポチりました。でこちらが現代版の第1号ですが、一つだけ変わってしまったのがスプレー式になってしまったんですよ。でオードトワレではなくてパルファムなので、やはり量を調節して使いたかったっていうのが残念なポイントですよね。このようにちょこっと手首につけてこうできるっていうのがとても良かったんですけれども、手に入ったので満足しています。ボトルが立たないので寝かせておかなければならないデザインがまた憎いですよね。以上になります。本当は他にもたくさんご紹介したいアイテムがあったんですけれども、いつも以上に動画が長くなりそうだったので、今回はこれでおしまいにします。何か気になる商品はありましたか？皆さんが使ってよかったっていうようなアイテムがあったら教えていただきたいので、コメント欄に書いてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。まみくさんでした。